皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、現在日本は世界各国に対して入国制限をかけている状況です。これは新型コロナウイルスのパンデミックの影響のせいです。しかし、この入国制限というものを永遠に続けるわけにはいきません。なので、どのような国に対して入国制限を順次解放していくのか、そして解放していくときには、一体どのような人々に対して入国を許すようになるのかというのを段階的に行っていかなければなりません。今回はそのことに関して、茂木大臣が中国については制限緩和について現在は考えていないということを言っているので、入国制限緩和についての関連の考察などを行っていきましょう。それではまずは茂木大臣の発言がどのようなものだったか見ていきましょう。入国制限緩和、中国念頭にないと茂木外相。茂木外相は10日の衆院予算委員会で、新型コロナウイルス感染症の水際対策として行っている外国人の入国制限に関し、ベトナムであったり、感染が収まっている国からスタートしたい。その中に中国は念頭にないと述べた。国民民主党の玉木雄一郎代表の質問に答えた。安倍晋三首相は入国前の検査や行動把握の仕組みも含め、感染再拡大の防止と両立する形で国際的な人の往来の部分的、段階的な再開に向けて慎重に検討していきたいと述べた。茂木氏は、すぐに明日からという話にはならない。入れるにあたっても、すぐ観光客にはならないと指摘。各国の感染状況を見ながら、ビジネスなどで入国が必要な人や、専門家などから段階的に緩和していく考えを示した。また、ベトナム、ニュージーランドはもう数十日も感染者がゼロという状態だとする一方、中国について新規の感染者は減っているが、全体の感染者は8万人を超えると説明した。中国政府は現在、新型コロナウイルスの感染者数の増加傾向は見られないとしています。実際、中国政府には新型コロナウイルスの感染者についてはほとんどが海外からの帰国者やもしくは海外からの渡航者というものが中心で、中国国内における新規の感染者数の増加傾向は全くなく、そもそも感染者数がゼロである日も珍しくはないと公表しています。ですから、そのようなデータをもしも信用するというのであれば、入国制限を緩和していい国の一つになります。ところがそうはいきません。なぜなら、中国の場合は初期において情報隠蔽をしたという事実があります。初期において、武漢の感染爆発が発生した際に、この情報というものを隠蔽しようとしました。そのためにアウトブレイクからパンデミックへと世界的な流行へと広がっていったのです。この事実を踏まえて考えれば、現在の中国が新型コロナウイルスの感染者数の増加というものが見られませんよといくら言ったところで、そのデータを本当に信用できるのかというふうに疑問符がつくのです。ですから、中国政府が言っている数値をそのまま鵜呑みにして、じゃあ入国制限を緩和しようとはならないのです。中国に対する入国制限を緩和するときというのは、欧米各国とは足並みを揃えた方が良いでしょう。一方で現在の新型コロナウイルスの感染爆発の中心地がどこかといえば、中南米が最も激しい状況になっています。ヨーロッパにおける感染者数の増加傾向というものには歯止めがかかりつつあります。一方でアメリカにおいても、感染者数が頭打ちした州というものも出てきています。このように中国の武漢でアウトブレイクが発生し、そこから伝播する形で欧米が火がつき、そして今は中南米が最も危険地帯となっています。新型コロナウイルスの感染爆発のその中心地というものは、時間の経過とともに北半球から南半球へと移動している状態なのです。このように感染者数の増加傾向にある国というのは、月日が経つことによって少しずつ変化しています。ですから、入国制限をかける国、そして入国制限を緩和していく国というのも、それに合わせて少しずつ変わっていかなければなりません。その中において入国制限緩和を考えた場合に、まずどのような国に対して入国制限緩和ができるかといえば、それは新規の患者数というものが明らかに少ない国からです。日本の直近の国において、最も感染者数の増加傾向がない国といえば、それは台湾です。茂木外相はまずベトナムからと言ったわけですが、私は政治的な意味合いにおいても台湾の名を挙げるべきだと思います。日本は台湾というのを国としてしっかりと認めるべきだと私は考えているために、まずベトナムではなく台湾の名前を出すべきだったでしょう。そしてベトナムの名前が挙がっているわけですが、ベトナムにおいても新規の患者数というものは明らかにほとんどない国の一つです。そもそもベトナムにおいては新型コロナウイルスによる死亡者数が現在においても0人という非常に素晴らしい成績を収めています。
これは中国武漢においてアウトブレイクが発生したよというニュースが世界を駆け巡る中において、ベトナムはいち早く中国に対する国境を封鎖しました。国内においても新型コロナウイルスにかかったよという人がいた場合、その地区ごとについては封鎖措置というものを順次実施しました。そして何よりも私が注目したいのは、ベトナムにおいては、この新型コロナウイルスに対して非常に強い国だということです。そもそもベトナムは人口ピラミッドが非常に若い人の方が多いのです。高齢者の方が明らかに少ないような国においては、この新型コロナウイルスが猛威を振るうということは、その特性上ありえないのです。なぜならば新型コロナウイルスは年齢が上がっていけば上がっていくほど重症化リスクが上がっていきます。ですから国の人口ピラミッドそのものが若い人中心の国においては新型コロナウイルスが流行ったとしても重症化する人数も極小に収まるのです。ベトナムにおいては早期の感染症対策と同時に若い人が中心の国であるからどうやっても新型コロナウイルスが猛威にならないというような特性があります。その他、中国との国境を素早く封じたモンゴルなどにおいても新規の感染者数というものはほとんど見られない状況になっています。そしてオーストラリアやニュージーランドにおいても新型コロナウイルスの封じ込めは成功しています。ですから今挙げたような国々に対しては順次入国制限を緩和していく時期だと思います。一方でそれらの国々にしてみればむしろ日本の方がまだ感染者数が毎日のように2桁台出ているんだな、あっちの方の国の方が少し多いなというふうに見られるかもしれません。ですから相手の国々とも話し合った上で入国制限を日本の側から緩和すると同時に相手の国々からも認めてもらう必要があります。そしてこの記事の中にもあったようにまずは観光客ではありません。人数を絞る必要があります。なぜならば空港検疫というものをしっかりと行うことが大事だからです。この空港検疫は初期の頃においては非常にずさんなものだったわけですが、現在はある程度機能するようになりました。ですがその空港検疫が機能しているのは人数が絞られているからであって、観光客を全て許しますよということになれば、その空港検疫がほとんど機能しなくなるでしょう。そのように段階的な入国制限緩和というものが必要です。入国緩和についてはまずはそうした感染症対策が成功して封じ込めに成功しつつある国々から緩和していくというのがまさに鉄則なわけですが、しかしそうは言ってもいられません。なぜならば世界の国々においてはこうした封じ込めが成功してはいないけれどももう経済活動を再開していますよという国々もだんだんと増えつつあるからです。例えば、ロシアなどにおいては1日1500人程度の感染者数の増加というものが見られるのですが、都市封鎖の解除などを行いました。また、インドなどにおいては、なんと1日あたり1万人程度の非常に多くの人々が感染しているにもかかわらず、都市封鎖は解除されつつあります。そして、アフリカ大陸の国々などにおいては、感染者数の増加傾向が見られるものの、そもそも都市封鎖などは行えないような経済状態にある国々も非常に多くあります。ですから、世界中を見回した場合においては、多くの国々では新型コロナウイルスはもはや定着し、その中において経済活動が再開されていくという姿になりつつあります。時間の経過とともに新型コロナウイルスがあって当然というように社会を作り変えていくことが非常に重要な時期になってきています。私は初期からこの新型コロナウイルスに対して一体何が必要かという話をするときにいつも言っていた言葉があります。それは時間稼ぎをすることです。時間稼ぎをすることによって一体何が良いかといえば、それは治療薬の開発であるとか、ワクチンの開発であるとか、そういったものについての必要な時間経過がどんどんと進んでいくことになります。現在、新型コロナウイルスに対する治療薬としてはレムデシビルが正式な認可が下りていますが、その他にも治験が行われている薬はたくさんあります。その中においても、アビガンなどにはかなりの期待が持たれていたわけですが、現在危機に陥っています。なぜならば日本国内で行われている治験なわけですが、日本国内での新型コロナウイルスの感染者数が激減しているため、そもそも治験を成り立たせるための患者数が足りなくなるのではないかということが懸念されているからです。ですから当初は5月中になんとかこの治験を終わらせて、ある程度結果をまとめて、アビガンの正式な認可というものにこぎつけるような話があったわけですが、現在のところは8月程度まで治験を行って、それから改めて評価しようという段階になっています。ただ、このアビガンについての話は少し立ち止まって考える必要があります。先ほども述べたように、日本国内においては新型コロナウイルスの患者数が激減している状態です。ですから、焦って認可をする必要がない状況になりつつあります。
使える薬がないという状況の中においては、一つでも多くの使える薬を探さねばならないということを急いでいるわけですが、現在はそのような状況ではなくなりつつあります。今行われている薬の治験というものは何もアビガンだけではありません。他にもイベルメクチンであるとか、アクテムラであるとか、フサンであるとか、様々な薬が候補として上がって実際に治験が行われている状況です。感染者数の増加傾向が見られない日本においては、一度ゆっくりとこの治験の結果を待つということができる状況になりつつあるのです。そしてこの時間の経過によってワクチンの治験なども進んでいます。ですから治療薬を探す治験、そしてワクチンについての治験も進んでいけば、秋頃にはある程度出揃うだろうというのが現在の状況です。このような状況ですから、入国制限を緩和していくのは、最初は非常に慎重に、まずは感染症対策が成功して封じ込めができた国から順次開放していきましょうというのを進めていき、その後で治療薬やワクチンの開発というものが進んでいけば、それに応じて入国制限を緩和していく国々というものを順次拡大していく。そして新型コロナウイルスが別に撲滅はできないんだけれども、しかしそのような状況と共生していく社会にへと移行していくということが現実のものとなるでしょう。このように入国制限の緩和というものはある程度慎重に考え、そして順次時間をかけていけば、秋頃には治療薬やワクチンの用意が揃い、そこから大幅な緩和というものを世界中に広げていけばいいという考えが私の状況分析です。それだと海外からの観光客もほとんど見込まれない中で、日本経済が大変になるのではないか、特に観光業が大変なことになるのではないかと考える方も非常に多くおられるでしょう。そもそも観光業というものは何も今に始まった話ではありません。安倍政権が始まる前というのは日本への海外からの観光客というものは非常に少ないものがありました。ですから観光業そのものについては実は内需、日本人自身の旅行客によって支えられてきた産業なのです。また新型コロナウイルスの影響がなかった去年の段階で言っても観光業全体で見れば8割がまず内需、日本人自身の旅行によって支えられており、海外からの観光客によって支えられている部分は2割だったわけです。ですから、海外からの入国について緩和するのが慎重で時間がかかったとしても、まずは日本人自身が観光できる状況を作るさえすれば、観光業の下支えは十分できるのです。また、この入国制限と同時に行われているのが出国制限です。現在の世界情勢を考えれば、海外に旅行できるというのは非常に難しいものがあります。ですから、普段であれば海外に旅行していた人が、今の時期であれば日本国内を旅行するといった具合にして、訪日観光客が減っている分、海外に出ていた日本人旅行客が国内旅行をするということに、政策の後押しをすれば、それによって観光業は十分に持ちこたえることができるのです。日本の観光立国政策というのは、その多くが中国や韓国に依存している部分がありました。しかしそのようなものがなかったとしても、日本の観光業というものは日本人自身が旅行することによって十分に持ちこたえられる存在なのです。ですから茂木外相が中国に忖度などをして入国制限緩和のその第一陣にあの国を選ばなかったというのは非常に良いチョイスだったと思います。皆さんはこのことについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録してまた見に来てくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。